こんにちは、中西智子です。今日はもう一人の息子のお話をしたいと思います。彼が中学1年生の時ですね、その時は日本にいたんですけれども、勉強もクラブも普通に可もなく不可もなくという感じです。で、元気にやってたんですけれども、2人の方と出会うってお話を聞くことによって、彼は勉強しようと思ったんですよ。で、まず1人目、この方はアメリカの大学のなんか役職かなんか持ってる方で、私の知り合いの知り合いみたいな感じだったんですね。あるきっかけでその方のお家に私と息子が行ってお話をする機会ができましたので、その時に彼がお話しした中の一つが、君ね、今から 4,5 年思い切って勉強してすごい人生が待ってるか、今のまんま普通に過ごしてて、その後の人生もどうしようかなと思いながら過ごすか、どっちがいいって言ったんですよ。勉強頑張るって知れてるじゃないみたいな感じですよね。その時の言葉はかなり刺激的だったっていうか、響いたって言ってましたね。で、もう一つはアメリカに行ってからなんですけれども、アメリカに行った時も私の友達のご主人ですね、子供の頃に中国人として生きるっていうのはかなり大変だったみたいでね、そのお父様が彼におっしゃったことが、このままよく行って中華料理屋さん、思いっきり頑張って勉強したらお医者さん、どっちかの道しかないよって言ったんですって。で、彼は料理屋さんは嫌だから、もう勉強して医者しかないと思ったんですって。それで彼はすごい勉強して、実際医師になったわけですね。うちの息子に刺激あったっていうのが、スタートが彼が僕勉強は嫌いなんだと、刺激的だったんでしょうね。勉強嫌いなのにそんなになれるのみたいに思ったんだと思います。でも彼はその親に言われて一生懸命勉強したと、もう必死で勉強したと言ってましたので、ある期間の間必死で勉強したら今のように医師の資格も取って医者にもなって、医者が嫌だったらこんな大きなアメリカの会社に入ってトップになれるというのも見て、へーと思ったと。この2つのね出来事で出会った言葉は彼には大きかったみたいなんですけれども、もう一つね、実際私が子供から俺は本当に勉強するからねって言ったんですよ。その出来事は一番大きかったかなと思うんですけれども、それは今もねちょっと9月入学とかいろいろ言われてますけれども、日本の3月ですね、中学1年生が終わった時点でアメリカに行きました。アメリカはもう5月でその学年が終わっちゃうので、ほとんどもう終わりなんです。学校も受け入れ体制もほとんどもうないし、日本人のその3月に終わるっていう学年のそのことも知らないし、校長先生からのレターが日本語であることも認めてくれないし、で校長先生に言うと、校長先生は英語では書けませんみたいな感じで言われてダメだし、予防接種も日本とアメリカと陰性と陽性が違うんですよ。そういうのが本当に大変だったんですね。中学3年生にあたる学年が高校生と呼ぶんですね。高校が4年間ありますので、だから中学1年生が急に高校1年生になったみたいな感じなんですよね。で、本人としてはそれでもやる気満々だったんですよ。ただもうクラスが空いてないし、もう学校に入れるか入れないかで、私が拙い英語でもう半分泣きそうになりながら走り回って病院に行ったり学校に行ったり事務所に行ったりしてるのを見て、もうお母さんいいよって言ってた時があったんですよ。できるだけのことを言ってなんとか入れてもらったんですね。それは公立の学校だったんですよ。でも授業とかも全然もうやる気のないようなクラスに入れられてるので、みんな授業してないでガム噛んだり後ろで遊んでるみたいなこと言ったので、割といい地域だと思ったのに、なんていうことだと思ったんですね。夏休みが3ヶ月って長いので、9月から転校させようと思ったんですよ。この環境では彼が勉強頑張れる環境じゃないなと思ったので転校しようと思って、またそこで大変でですね、なかなかやっぱり転校も入れてくれないんですね。もうその受験みたいなのも終わったしということで、じゃあ日本人がいなかったので知らなかったっていうのもあるし、私の英語が拙いっていうのもあったと思うんですけれども、なかなか正しいルートでどう入るかっていうのもわからないので、ちょっともう行くしかないなって感じで電話して、電話しないとアポイント取らないと
もう絶対会ってくれないし、もうマナー違反みたいに思われちゃうので電話するんですけど、なかなか取り次いでくれないんですよ。そのうちなんか電話すると受付の人がまたかかってきた、うるさいみたいな感じがあって、うるさいというかまたかかってきたよって感じで、もう無理なのよって、校長先生忙しいのよねとか、そのうち「What? What?」とか言ってて、私の英語がわからないって、何言ってんのって言うようになったんですよ。それでもなんかちょっと悔しかったんですけど、もう一生懸命ね言ってたら、なんとか一人の先生が前の学校の先生とこうちょっと連絡を取れる感じで、ちょっといろいろあって、一人の先生がこの子を入れたらいいんじゃないかみたいなことを言ってくれたんですよ。それで校長先生に会ってお話しする機会をいただいたんですね。で実際入れました。その連絡がね入ったんですね。で「俺本当に頑張るからね」って言って、すっごい頑張りましたね。それからはもう学校の中でもトップクラスに入るぐらいになって、テニスも頑張ってたし、生き方が変わったというか、これがきっかけでこの高校に入って頑張ったことによって、今は実際ね医者になってるんですけれども、前の高校のレベルが悪いとかね、転校した私立のレベルが高かったとか、そういうのじゃないんですよ。両方同じぐらいだったと思いますが、アメリカの場合はもう本当にいろいろレベル分けっていうかクラス分けがあるので、環境が合わなかったら実力も出せないし、実力出せるような環境に入れたかどうか、入ってるかどうかっていうのは大きかったなと思います。親がね全然至らない英語知識の中でも、私も精一杯して自分を褒めるようでおかしいですけれどもしたところを見て、お母さんもういいよってもう何回か言ってたんですよ。それでも「いや良くない」って言ってやってたので、それを見てもう頑張ろうと思ったみたいでした。もう本当にちょっとしたきっかけなんですよね。不運も幸運も。海外に行って私たちはずっとマイノリティで生きてて、実力がないと認められないっていうのが分かってるので、頑張るしかないと思ったんですよ。精一杯ね子供と一緒に歩む、勉強したのかとか宿題出したのかっていう、そういうレベルのことじゃなくって、環境を与えて精一杯やるっていうのを、中学高校ぐらいになったらガッと思えるようなきっかけがあると、勝手に勉強すると思います。また参考にしてください。